こんにちは、ゆりこです。今日はキッチンミトン鍋つかみを作っていこうと思います。完成品がこんな感じでは早速作っていきましょう。これかな。今回は2種類の生地を使っていきます。外側の表面に白いレースの生地、外側の裏面と内側の両面にベージュのガーゼの生地を使っています。型紙は自分の手を使って作るのがちょうどいいサイズになると思うので目安ですが、今回はこれぐらいの生地を使用しました。今回はキルティングでいい生地が見つからなかったので中にタオルを仕込んでいこうと思う。耐熱にするために中に仕込むタオル生地を型紙に沿って2枚切っていきます。タオル生地は裏表が関係ないので気にせず2枚同じものを切って大丈夫です。2枚切ることができました。どこから切れば効率よく切れるのか。外側の裏面と内側の両面に使う生地を切っていきます。こちらは3枚のうち2枚と1枚で向きが変わるので注意しながら切ってください。これで内側の布ができてて、今切ったのが中側のやつで内側の面のを作るためにもう1枚分切ります。またパズルを失敗していくスタイル。無駄な生地が出ないように型紙をくるくる回しながらパズルのように型紙を合わせていくのがちょっと楽しいです。外側の生地は内側の生地よりも一回り大きくしておいた方がいいので型紙に沿って線を引いた後に一回り大きい部分にもう一度線を引き直しています。描いた線に沿って切っていきます。先ほど切ったタオル生地と重ねていきます。タオル生地、内側の生地、内側の生地、タオル生地の順番で重ねておきます。最後に外側の表面の生地を切っていきます。こちらも先ほどの外側の裏面の生地と同じように型紙に沿ってチャコペンで線を引いた後にそれよりも一回り大きいサイズでもう一度線を引き直してそこを
ハサミで切っていきます。すべての材料を切ることができました。それではミシンを使って縫い合わせていきます。先に内側の生地を縫い合わせていきます。これ一見膝を立てていてお行儀が悪いように見えるんですけど、ミシンが足踏み式のミシンなので、こうやって膝を立てないと足で踏むことができないので仕方ないのでご了承ください。カーブのところが結構難しいので、慎重にミシンをゆっくりにして進めていくのがいいと思います。ただ内側の生地はちょっと曲がっていてもそんなに出来上がりに見た目としては支障がないので、先に内側を縫ってカーブの感じを練習するのがいいかなと思います。下糸がなくなったのでボビンを上につけて糸を巻いていきます。下糸を装着して作業再開。お次は外側の生地を縫い合わせていきます。白い生地の表面とベージュの生地の表面を合わせて縫い合わせます。もし引っ掛ける場所が欲しい場合はテープの生地を半分に折ってこの内側に仕込んでおきましょう。このミシン多分10年前くらい、大学生の時に買ったミシンなんですけど、最近引っ張り出してきたらミシンするの楽しくなっちゃって、最近はミシンを使って手芸したり手縫いで物作ったり、あと編み物をしたりと結構手芸ライフを送っております。さっきの下糸がなくなった時とかも、あれボビンの糸巻く方法どうやってやるんだっけとかちょっと心配になったんですけど、意外とやってみたら手が覚えているなっていう感じでちゃんとできました。縫い合わせることができたので裏返してみましょう。外側の生地はカーブの上手さが完成品にもろに影響してくるので、裏返す時はちょっと緊張しながら裏返しましたが、おおむね綺麗にカーブも縫えていたと思います。裏返した時に余っている布の部分がちょっとモコモコしたので、カーブのところを中心に切っていきます。再度裏返してみましょう。もぞもぞ感もなくなっていい感じです。外側の生地と内側の生地を合体してみましょう。手縫いするか仕上げをミシンで仕上げるかが迷ってる。いいじゃん。ここはちょっともぞもぞするからタオル生地を若干切ってみようか。少しもぞもぞする部分をタオル生地の方も切り落としていきます。中の生地はめっちゃ肌触りいい。バイアステープをつけていきます。バイアステープを広げて外側の生地の端から一周ぐるりと仮止めしていきます。重なるところは
画面上で下の方にある生地を軽く折り曲げてから重ねると出来上がりが綺麗になります。ミシンで縫い合わせていきます。輪っかの部分を縫っていくことになるので、反対側の生地が一緒に縫い込まれてしまわないように慎重にちょっとずつずらしながら縫っていくといいと思います。一周ぐるりと縫うことができたので、バイアステープを縫ったところを折り目にして折り曲げていきます。折り込めたところからまた仮留めしていきます。こちらも一周ぐるりと仮留めすることができました。最後は手縫いで仕上げていきます。バイアステープを最終的にミシンで仕上げることもできるんですが、私はあまり表面にミシンの縫い目が出てくるのが好きじゃないので、最後ちょっと時間はかかるんですけど、手縫いで仕上げます。完成しました。結構いい感じにできた気がします。最近我が家ではこの子はすごい頻繁に使われております。中にタオルを仕込むことで表面は好きな生地を使って作ることができるので、余った生地とかで作ってみるのもいいかなと思います。